こんにちは、ネイリストの中山千恵子です。今回はちょっと久々になりましたが、サロンワーク動画です。やった!今からオフをしていくクリアフレンチの動画も撮影してあります。なので、またね、こちらも編集するので、少しお待ちください。今回はですね、こちらのクリアフレンチ、スカルプチャーで作っていて、久々にリペアで施術を行ったので、今回はリペアの動画です。まずはいつも通り先端を短くしてから表面を削っていきます。この時に今回はリペアなので削りすぎないように要注意です。カラージェルを塗る前に土台の部分クリアのアクリルで長さ出しのスカルプチャーをつけているので厚みがあります。なので削りすぎないように要注意ではあるんですけれども、全く削らないというパターンも地詰めの部分と長さ出しをしているスカルプチャーが乗っている部分で段差ができてしまうので、スムーズにつながるように削っていきます。今回はね、かなり濃いめのピンクが分かりやすく乗っているので、削っていくときかなり分かりやすいと思います。まずはこのピンクの部分がなくなるぐらい削っていきます。大まかにピンクの部分が削れていったら、もう少しこの根元の部分注意深く削っていきます。少しビットを立てるようにしてビットの先端部分使っています。この時地詰めは削らないように注意してください。あくまでもジェルのみを削っていきます。もしギリギリまでマシンで削るの怖いなと思った場合は、ここはもうマシンでは削らずにファイルで整えていきます。だいたい今回このマシンの削りのところで6分時間がかかっています。それでは一度ダストをオフしたら、ファイルを使ってさらに細かく削り込んでいきます。この時、アウトラインもしっかり整えておきます。今回浮きがほとんどなかったので、ファイルを使って地詰めとスカルプチャーの段差がないようにスムーズになるように削っていくのみでしたが、浮きがある場合は必ずこの時にしっかりと取ってください。浮きがあるまま根元からジェルでコーティングをしてしまうと中浮きの原因になってしまいます。なので必ず浮きがあったら取っておきます。地詰めとスカルプチャーの段差なくなるとかなりスムーズになります。他の指も削っていきます。
リペアの時はこのぐらいスムーズにしていきます。この後親指も削っていったんですけれども、ちょっとね、動画の尺の関係上、ちょっとカットさせていただきました。手削りが14分かかっています。それではここからはいつも通り甘皮ケアをしていきます。まずはネイルマシーンでグリーンポイントというビットで甘皮を押し上げていきます。ネイルマシーンの使い方動画が別であるので、概要欄にリンクを貼っておくので、ネイルマシーンの使い方気になった方はぜひそちらをご覧ください。甘皮を押し上げ終わったらキューティクルニッパーで甘皮を整えていくんですけれども、こちらのお客様、いつもそうなんですけれども、甘皮ね、全然伸びないんですよ。で、特に今回はいつもよりもちょっと周期が早めでした。なので、ほとんど甘皮伸びていなかったので、ところどころ気になるところだけ整えていきます。今回のサロンワーク動画はここまでとなります。次回後編ジェルネイル編作っていくので少しお待ちください。それでは今回も最後まで見てくれてありがとうございました。今回はリペアだったのでプレプライマーは地詰めのところにだけ塗っていきます。というわけでぜひまた次回も見に来てくださいね。またね。